皆さん、こんにちは、こんばんは、ホビービルドプラスの HBR9 です。今回は、1966年にマルサン商店が発売した、世紀の大怪獣シリーズの、地底怪獣バラゴンの、スタンダードソフビと、その当時の視点も交えて解説した動画です。バラゴンは、1965年公開の、フランケンシュタイン対、地底怪獣バラゴンに、登場した人気の怪獣です。東宝と、アメリカの、ベネディクトプロダクションが制作し、8月8日に公開された夏休み映画でした。日米共同の制作のために、姫路城や、琵琶湖の浮き御堂など、日本的な絵のロケ地が行われた怪獣映画でした。地底怪獣バラゴン、360度回転、地底怪獣バラゴン、ミラクル七変化、地底怪獣バラゴン、赤い熱線発射、フランケンシュタイン対地底怪獣バラゴンは、基本的には大凧の出現しない、オリジナル版というのが、日本でも、アメリカでも上映されますが、27年後に、大凧が出現するバージョンが公開されたために、大凧出現バージョンを海外版にされていた時期があります。現在では、旧国内版と大凧出現版、海外版の3種がある、少し変わった映画作品です。バラゴンは、別名地底怪獣を名乗り、身長が25メートル、体重は250トン、ジャンプ力は100メートルで、秋田県出身の怪獣です。口からは赤い熱線を吐き、地底に潜るときも熱線で穴を開け岩盤を破壊して進行します。また、地底の怪獣なので、太陽光などの光に弱いとされています。バラゴンは、基本的には4つ足の怪獣で、熊のように時々2本足で立ち上がりますが、おもちゃなどでは、2本足で造形されることが多い、変わった怪獣です。後に、バラゴンのスーツを改造した、ウルトラ怪獣は、マルサンやブルマークでは、タゴスや、マグラや、ガゴラは、2本足でも、その後は、4つ足で販売されがちですが、バラゴンは、2足形態が圧倒的に多い、4つ足怪獣で、36年後の2002年に、4つ足タイプが、やっと発売されました。地底怪獣バラゴンのデザインは、渡辺明さんで、海外も意識して唐獅子をイメージしたそうです。造形が、後のバラゴンの運命を決めたのか、それぞれのパーツを担当した方が、バラバラです。頭部の造形は、都市光、定蔵さんで、胴体は、ヤギ、安江さんと、ヤギ、寛樹さんの兄弟が、頭部の角と背びれは、村瀬、慶三さんが、担当した、ある意味、贅沢な正統派の東方怪獣です。角は、樹脂製で内部に発光ギミックが仕込まれ、口はリモコンで開閉できて、目玉も左右に動きます。内部のウレタンや、表面のラテックスなどの素材の進化で、バラゴンは、それまでの怪獣よりも軽量で動きやすく、ワイヤーワークなども、比較的簡単に、操演することができたために、ジャンプなども披露することに成功しています。地底怪獣バラゴンは、怪獣ファンには有名な、ウルトラ怪獣に改造されたベースになった怪獣です。バラゴンから、ウルトラ級のタゴス、ウルトラマンのネロンガ、マグラや、ガゴラに首から上が改造され、さらに、アトラクション用のネロンガに改造されて、1968年の怪獣送信劇で、再び、バラゴンになるという、7回も変わった、ミラクルな怪獣スーツです。この7変化は、実は、最初のタゴスの改造時に、返却を見越して、高山良作さんが布の上からラテックスを塗っていて、事実上の補強がなされていたため、長く多くのシーンの撮影に耐えることができています。そのため、初代のバラゴンのスーツの軽さの印象を持つ方と、ウルトラマン時代のスーツの印象は、重さが異なり、ウルトラマンを演じた古谷さんもネロンガに入ってみたことがあるそうですが、めちゃくちゃ重い印象しかないと語るのは、そのためです。地底怪獣バラゴン型のマルサンのソフビは、撮影用スーツとは異なり、ウルトラ級のタゴスが最初のソフビ怪獣でした。この改造を知っていたマルサンは、ネロンガやガゴラはスーツに倣って首から上を変更して同じボディで販売しました。ですが、意外なことにゴジラと共に販売されたバラゴンは全身、新造形でタゴスのボディは使用されませんでした。マグラは、マルサンは販売を見送った怪獣でしたが、ブルマークが1969年に一体でも多くの怪獣を発売するためにリリースしますけども、マグラも全身、新造形で販売されました。楽同じボディとも言えるバラゴン系の怪獣は
なぜか2体のみ別のソフビになっている、おもちゃとしても、不思議な怪獣です。フランケンシュタイン対地底怪獣バラゴンは、1962年のキングコング対ゴジラに続く、海外のモンスターとの対決作品として、もともとは、アメリカの UPA から、フランケンシュタイン対ゴジラのアイディアを持ち込まれスタートしますが、1965年の3月に、ゴジラは、バラゴンに置き換えられます。公開が8月8日なので、バラゴンの造形がパーツごとに分けられたのは、急いで、ゴジラに代わる、新怪獣を、誕生させる必要からだとも思われます。さらに、アメリカ側からは、大凧の登場を要求されますが、これは事実上撮影後に、海外版用に追加撮影した部分で、円谷英二さんは、公開されている、大凧版以外に、全部で5つか6つの、大凧のシーンを撮影したそうですが、アメリカ側も、この、大凧の場面は、それほど、良くないと判断して、大凧の登場しないバージョンで、北米で公開しました。そのため、後に公開された、大凧版が、海外版と言われてしまった時期があります。怪獣大戦争と、サンダ大概らも、同じ、アメリカの、ベネディクトプロが、共同制作という形で、出資していて、北米市場で上映しました。ちなみに、フランケンシュタインは、イギリスの1818年の小説に登場する、スイス人の科学者の名前で、ビクター・フランケンシュタインの作った、人造人間なので、アトムのことを、天馬博士とか、マジンガー Z を、カブト十三と、作った人の名を呼んでいるような、厳密には過ちです。名前がない人造人間の怪物として、1931年の映画、フランケンシュタインの怪物でも、台本には怪物の名前が記載されず、アンダーバーで示すなど、名もない怪物として、額にこだわっていた跡が残されていますが、いつの間にか、制作者の名前が、怪物とイコールになってしまった変わったモンスターです。地底怪獣バラゴンは、ゴジラと同じく、口から、合成による光線を吐く怪獣ですが、当初は、後のネロンガのように、電気が関連した設定でもあったのか、潜在の合成写真では、口から稲妻状の光線を吐き出していました。ですが、ゴジラが青い光線に対して、赤い光線を吐く形に決定します。この光線の名前も、熱核光線とか、マグマ光線、殺人光線など、いろいろな記載が、時代的にもありますが、赤い熱線というところに収まっている感じです。そんな赤い熱線発射をソフビのバラゴンで再現してみましたのでご覧ください。フランケンシュタイン対バラゴンのバラゴンは設定の身長が25メートルなのでゴジラよりも小さくミニチュアの縮尺もゴジラの約25分の1から12分の1に変更されましたので細部を作り込む表現ができました。これは逆にゴジラのスーツを借りたウルトラ級のゴメスの設定を身長10メートルにして見せることに応用され、2本足の人間型のキャラクターと怪獣が戦う後のウルトラマンのベースにもなった特撮映画でした。また、バラゴン以前は大怪獣ラドン、大怪獣バランなどの別名のような表記はありましたが、その一体の怪獣の特徴を別名としたのもバラゴンが初で、地底怪獣バラゴンという別名からの怪獣名を続けて表記する表現も、ウルトラシリーズの怪獣が受け継いでいくことになりました。ですが、ソフビ人形としては、タゴスが先行して販売されますけども、バラゴンは別格として、新造形で別の型が作られました。丸3でも、リモコンプラモデルや、ブリキおもちゃとしても、ゴジラと共に販売される時代もあった怪獣で、1966年には、ゴジラに次ぎ、一角獣の大怪獣として、人気と期待が持たれた存在でした。そんな、地底怪獣バラゴンのスタンダードソフトビニール人形の動画でした。それではまた次回は別のおもちゃの紹介でお会いしましょう。おもろかったわ、よかったわ、という方はグッドボタンチャンネル登録をよろしくお願いします。ホビービルドプラスのブログサイトでは500点以上のおもちゃレビューや改良やメンテナンス方法などを紹介、様々なシリーズのラインナップリストなどを公開してますので、ぜひホビービルドプラスで検索してみてください。では今回はこの辺でまたねHBR9でした。バイバイ。